サリカいいの対1です。本日は多くのランナーが悩んでいるスピード出ない問題に終止符を打ちます。マラソンの領域についてのスピード出ない問題は才能ではありません。多くの場合の原因は速く走るための準備と強化が足りてないことが多いです。スピードの出ない原因は大きく分けると3つあります。1つ目は柔軟性と可動域の低下。2つ目は脚筋力の低下。3つ目は神経刺激不足。この3つになります。この3つの原因を見逃したまま、ただインターバルを増やしても、ただきつい練習を頑張っても、思うようにスピードは上がっていきません。しかしですね、この3つを強化することによって、頑張ってるのに速くなれない状況から抜け出すことができます。本日はスピードが出ない原因と改善策、具体的な練習メニュー、そこまでしっかりお伝えさせていただきます。タイチャンネル。まず大前提として、スピードは大きく動ける体の使い方、強く地面を乗せてですね、耐えられる足、素早く反応できる神経、この3つが合わさって生まれます。なので、可動域がない、筋力がない、神経に刺激が入ってない、この状態で速く走ろうと思っても、体はうまく動いてくれないんですね。短距離の選手を参考にしてほしいんですが、スピード練習は技術です。ランニングの前、ランニング最中、ランニング後でスピードが出る体を作ること。それが大切になってきます。タイチャンネル。まず一つ目、柔軟性と可動域の低下です。スピードが出ないランナーに多いのが、走りが小さくなってしまっている状態のことが多いです。腕振りが小さかったり、足が前に出てなかったりですね。股関節がしっかり動いてなかったり、腰が落ちてしまってたり、動きにしなりがない。こういう状況になっていることが多いです。このようにランニングが萎縮してしまっているとスピードは出ません。なぜなら、スピードはピッチとストライドで決まるからです。もちろん長距離ランナーが無理にストライドを広げる必要はありませんが、股関節が動かなかったり、肩甲骨が硬かったり、この状態では自然なストライドが出にくくなります。本来であれば、股関節がスムーズに動いてたり、地面から反発をもらえたりとかですね、肩甲骨がしっかり動けるような状態。これがですね、理想の状態になります。可動域が落ちてしまうと、足を無理やり前に出してしまったり、太ももの前ばかり使ってしまったり、接地が前になってしまったりとかですね、ブレーキがかかってしまって、スピードが出ない。このような悪循環に入ってしまいます。特に見てほしいのはこの2つです。肩甲骨と股関節。この2つになります。では、どう改善するのか。ポイントは、走る前、またはジョグの後に体を伸ばすだけではなく、しっかり動かす、可動域を作るというようなことになります。例えばですね、上半身の動的ストレッチ、股関節回し、Aスキップ。こういった可動域を出して筋肉を収縮させる。そのような動きを入れてから走り出すだけで、体の動きやすさはかなり変わってきます。腕がしっかり触れるようになったり、骨盤の可動域が出るようになって、自然なストライドが出るようになってきます。いい動きが練習できるようになります。それを習慣にすることによって、いい動きが積み重ね、経済的なランニングフォームで走れるようになっていきます。ここで大事なのは、動きやすい体を作って走り出すことです。それを習慣化させていて、経済的なランニングフォームに昇華させていくことが大切です。タイチャンネル。二つ目は、脚筋力の低下です。長距離ランナーは、心肺機能や走行距離に意識が向きがちです。もちろん、有酸素能力は大切ですし、ある程度距離を踏むことはすごく大切です。しかしですね、スピードを出すためには地面を押す力と耐えられる力、その両方が必要になってきます。速く走るということは、足を速く回すだけではありません。地面に力を加えて、その反発をもらって、その力に耐えて、体を前に進めることです。つまり、地面に力を伝える筋力と支える筋力がないと、いくら足を早く動かそうとしても、前に進む力が弱く、スピードが出にくくなります。特に大事な筋肉が、お尻、ハムストリング、ふくらはぎ、足裏体幹、このあたりになります。スピードが出ない人は、太ももの前だけで頑張ってたり、足を前に出そうとしすぎてですね、ブレーキがかかってしまったり、そのような状態の人が多いです。前ももばかり使ってしまうと、長い距離では、筋肉のスタミナ不足になります。本当に使いたいのは、お尻とハムストリングです。お尻でしっかり体を支えて、ハムストリングで足を引き戻します。ふくらはぎと足首で反発を受けて体幹を
遅れずに前へ伝えていく。これができるとスピードは自然と出やすくなります。では、どう改善するのか。おすすめは坂ダッシュです。平地で速く走ろうとすると、接地が前になったりとか、フォームが崩れたりとか、こういう風な感じになりやすいです。しかし、坂ダッシュはスピードが出ないランナーにかなり効果的です。理由は、自然に前傾作りができます。お尻やハムストリングを使いやすくなります。脚筋力強化、心肺機能、神経強化、動きの改善など、多くの能力が養えます。そして、出力が出にくい分、怪我予防にもなります。メニューとしては、10秒から15秒の坂ダッシュを3本から10本程度で大丈夫です。全力で追い込むというよりは、早く体を動かすこと、切り替えを早くすること、ということを大切にして取り組んでみてください。頻度は週に1回から2回程度で大丈夫です。もう一つ大切なことが補強です。筋トレになります。スピードを出したいランナーにおすすめなのは、ただ筋肉を大きくする筋トレではありません。大事なのは走りにつながる補強、コアトレーニングになります。大事なのは筋肉を大きくすることではないんですね。走る時に使う筋力を作ることになります。特に大切なのは片足で支える力になります。ランニングは片足ジャンプの連続です。片足で支えられない。片足で押せない。片足でブレてしまう。この状態だと速く走った時に動きが崩れてスピードが出にくくなってしまいます。なので補強では片足で支える、片足で押す、片足でバランスを取る。ここを意識して取り組んでみてください。タイチャンネル。3つ目は神経系刺激不足になります。ここができてないランナーがすごく多いです。スピードが出ない人は筋力がないだけではありません。神経へ早く動かす刺激を入れてないことが多いです。おすすめは先ほど説明させていただいた坂ダッシュを入れて速い動きを入れます。そして神経系に刺激を入れていきます。そしてもう一つのおすすめがジョグの後に流しを入れることです。ジョグだけで終わる日が多い方は動きが小さいまま終わってしまいます。なので週に2回から4回でいいのでジョグの後に50メートルから80メートルの流しを3本から5本入れてみてください。その流しの中でも目的を分けてですね、9割で走って神経系を強めに入れる日、8割で走って力まず速く走る感覚を身につける日、その2つに分けて取り組んでみてください。ここで大事なのは追い込まないことです。神経系の刺激はゼーハーする練習ではありません。乳酸を貯める練習でもありません。足をパンパンにする練習でもありません。しっかり速い動きができる、短い距離でですね、速い動きをする、こういうことを意識して行うようにしてください。もう一つおすすめなのがドリルから流しの流れで行うことです。この順番にすることによって動き作りで体のスイッチを入れてそのまま走りにつなげることができます。ドリルで作った感覚を実際の走りに転換する、そのようなイメージになります。神経系強化の目的は素早く動かす神経を張り巡らせること、そしてスイッチを体に入れることになります。普段の練習への組み込み方、無理なくランニングの全中5でスピードが出る体を作ること、そこを大切に取り組んでいきましょう。タイチャンネル。まとめです。マラソンランナーのスピードが出ない問題は才能がないからではありません。多くの場合は速く走るための準備と強化が足りてないことが多いです。今日一番覚えておいてほしいことは、スピードは可動域プラス柔軟性、筋力、神経で作る。その3つを覚えていってください。この3つを作るために動的ストレッチを入れる、ドリルや流しを入れる、坂ダッシュを入れる、片足補強を入れる、短い神経系刺激を入れる、フォームが崩れる前に終える。そういうような取り組みを入れていきましょう。スピードは苦しめばつけられる能力ではありません。早く動ける体を作り、強く地面を押せる足を作ります。素早く反応できる神経も作っていきます。この3つを積み重ねることでスピードは作っていけます。今日からまずジョグの後に流しを3本、週に1回の坂ダッシュ、10分の補強、ここから始めてみてください。必ず走りの感覚が変わってくるはずです。皆さん今スピードが出ない原因はどれに当てはまりますか？体が硬い、地面を押せてない、筋力がない、足が回らない、流しを入れてない、補強をしていない、どれに当てはまりますか？ぜひコメント欄で今の悩みだったりやってる練習メニューを教えてください。その悩みや疑問にどんどん答えていきますので、どしどし質問ください。はい。では皆さんご視聴ありがとうございました。今日のメニューをしっかり実践してですね、スピード出ない問題を解決していきましょう。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。